はい、どうも、ディエゴ天気です。前回、ハードオフで買ってきたジャンクグラボを修理しようと試みましたが、結果失敗。何の知識もないまま始めた初めてのグラボ修理は残念な結果となりました。ただ、これで諦めるのはもったいない。いただいたコメントを参考にしながら、再度いろいろと試してみます。そして最終的にやけくそになったグラボ修理をご覧ください。ディスプレイポートのケーブルが近くにあったので、モニターには常にこれでつなげていたのですが、確かにここの接触不良で映像が見えないという可能性もあります。HDMI のケーブルを持ってきて動作検証。残念ながら映りません。タスクマネージャーや BIOS で確認してもマザーボードにグラボが認識されていないので、この映像端子というよりもグラボが根本的に壊れている可能性の方が高そうです。家にかなり古い通電チェッカーがありました。ちゃんと通電していればこのように針が触れます。これを使ってとりあえずコンデンサーの通電確認を行ってみました。一通り全部確認しましたが、針が触れないなどおかしなところはなかったです。通電チェッカー自体あまり使ったことがないので、これでやり方が合っているかどうかわかりませんが、おそらくコンデンサー周りは大丈夫かなと思います。他の方のリフロー動画も熊五郎お兄さんの動画も勉強のためいつも拝見させていただいております。リフロー動画を見ていると、オーブン、ヒートガン、アイロンともに 2,3 分程度しっかりと加熱しています。ガスバーナーは急激に温度が上がりすぎるかもと思い、アルミホイルを2枚重ねてさらに結構火の距離を離していました。もしかしたら熱がちゃんと伝わっていないのかもと思ったので実験です。ハンダを適当な大きさにカットします。それをガスバーナーで炙るとこんな感じです。ハンダが溶けて丸くなります。ガスバーナーの火は一番弱くしていますが、結構火を近づけないとハンダが溶けないことが分かりました。次に切ったハンダにアルミホイルを1枚かぶせます。その上から一番弱い火を当てます。結果としてはこの通り、あまり溶けていません。前回はガスバーナーにビビってしまい、時間も短く、アルミホイルも2枚重ね。もしかしたらコア内のハンダが溶けていなかった可能性があります。ただアルミホイルありでもかなり火を近づけて長い時間火を当て続けるとこのように溶けて丸くなりました。ということでリフローのやり直しです。グラボをアルミホイルで巻いて、コアの部分にも1枚アルミホイルをかぶせておきます。そこに着火。かなりギリギリを攻めたせいでアルミホイルが少し破けてしまいました。アルミホイルを少しずらしてさらに加熱。先ほどハンダが溶けた時間をイメージしながら火を当て続けました。火を当て終わったらそのまま放置。全く熱くなくなったらアルミホイルを取り外します。アルミホイルを取り外すとグラボが板チョコになっていました。甘い。
失礼しました。それではチョコを食べながら動作確認。スイッチを入れます。残念ながら映像は出てきません。それでもまだ諦めません。他の方のジャンク修理動画を見ていると、エレクトロニッククリーナーやパーツクリーナーでの掃除だけでなく、接点復活剤というのを使っていました。これをマザーボードとの接点、この部分にかけて掃除することでマザーボードに認識されるようになるとのこと。Amazon さんで購入した接点復活剤を吹きかけ掃除しておきました。それでは動作確認。映りません。もうダメかなとも思いつつ、もう一つ Amazon さんで買ったものがあります。それがこの基板用フラックス。他のリフロー動画を見ていると、多くの方がこのフラックスをコアの周りに塗ってリフローしていました。これを使うことでハンダが溶けやすくなるみたいです。コアの周りからフラックスを中に浸透させるように付属のハケを使い塗っていきます。結構塗り込みました。アルミホイルを巻いて火をつけます。半分以上やけになってリフローしているので、コアの部分に直接焼きを入れていきます。急激に冷やすのは良くないみたいなので、アルミホイルをかぶせておきます。粗熱が取れたところで動作確認。ここでなんと奇跡が起こりません。まあいろいろと自分なりに手を尽くしてみたのですが、やっぱりダメみたいです。タスクマネージャーや BIOS を確認しましたが、マザーボードに認識されません。撤収です。最後に一ついただいたコメントを。ガスバーナーを持った泥棒が家のガラスを炎で炙って割りやがった。確かにディエゴ電機は倒産寸前。お金には困っておりますが、私の犯行ではございません。ということで、手元に残された映像の出ないグラボー、3連ファンの部分は使えますし、もしかしたら基板の部分も今後何かに使えるかもしれないので、このまま家に残しておこうと思います。ディエゴ電機は徐々に国際化を目指します。少しずつではありますが、英語とそして中国語の字幕を入れていこうと思います。自動翻訳 100% だとちょっと変なところがあるかなと思うので、自分でもチェックしています。英語はまあなんとかなるとして、中国語は難しいです。ということで、中国語ができる友人に勉強の一環として頼んでいます。まあただで中国語チェックしてもらうのも悪いので、変なパソコンを作って送りつけてあげようと企画中です。それでは次回動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。